綿が入ってるふわふわ感はわかるような感じに。雷やばい。こんにちは。ジェチです。今回はこちらのクリーパーを雨と言わんばかりの毛糸を新宿の岡田屋さんでね発見したので、こちらのちゃんと四角いカクカククリーパーを作っていこうと思います。普通に正方形を作って側面を細編みの増減なしで編むやり方だとここまでカクカクにはできないので、ちょっとねこの角のところで編み方を少し変えて作ってみました。今回作るクリーパーは縦横高さが16目16目16段の立方体で作っていきます。サイズの調整は使う毛糸やかぎ針を太くしたり細くしたりすることで調整できます。はい、じゃあ使うものです。まず毛糸。これは2玉目の毛糸の余りなんです。なので私と同じこの毛糸で同じ大きさで編む場合は1玉じゃ足りなかったので2玉用意するようにしてください。黒い毛糸は緑の使う毛糸と同じ太さのものであれば何でもいいんじゃないかなと思います。あと綿、かぎ針、とじ針、ハサミ、あと目数がわからなくなってしまいがちな方はマーカーがあると便利です。それからですね、この毛糸同じ種類の水色バージョンもあったので、同じ編み方で帯電クリーパーも作れるんじゃないかなと思います。帯電クリーパー好きな方はぜひやってみてください。で、先にちょっと失敗したなって思っているところをお伝えしておこうと思うんですけど、これから流す映像でこの顔の模様を編むときに黒い毛糸の最初の糸端編みくるみながら全部編んでいってるんですね、こっち側に。そしたら編みくるみ方をちょっとミスりまして正面のこの面が他の面よりも少し縦長になってしまいました。わかりますかね、この辺りからこの辺り部分が膨らんじゃってるんです。なので顔の模様を編む最初のところでちょっとアナウンスしますのでよろしくお願いします。はい、じゃあ作っていきます。輪っかから作るやり方なので指に1回2回と毛糸を巻きつけます。でこの3本を持ち替えて、で人差し指にかけて、で編んでいきます。お腹が鳴ってしまった。まずこの輪っかの中に入れて引っ掛けて出てきて、でもう一回引っ掛けて、でこの輪から出てきます。はい、でこれで最初の作り目ができました。そしたら1段目は細編みを8回輪の中に入れます。じゃあまず最初に鎖編み1目で立ち上がりを編んで、はい、そしたら細編みを8回です。輪の中に入って糸を持ってくる、輪の外から糸をかけて、でこの2本を引き抜く。はい、これで細編み1回おしまいです。じゃあ2目目、3目目、4目目、5目目、6目目、7目目、8目目。はい、細編み8回編めました。そしたら1回かぎ針を外したいので、ここ引っ張っちゃってもプルプルプルって間違って取れちゃわないようにちょっと伸ばしておきます。でそしたらこの最初に作った輪っかの2本を引き締めていきます。でこの糸端を引っ張るとこの2本のどっちかが縮んでいくので、縮んでいく方を見つけます。じ
じゃあ引っ張ります。あ、こっちだ。こっちの糸ですね。こっちの糸を、動いた方の糸を糸端が出てるこっちの穴からギュッと引っ張っていきます。でそうするともう片方の輪っか、こっちの輪っかが縮んでいきます。ちょっとアクリル毛糸なので硬いですね。はい、じゃあ片っぽ締められたので、こっちの輪っかも引き締めていきます。でこの糸端を引っ張るともう片っぽも締まっていきます。よいしょ。はい、じゃあこんな感じに締められました。そしたら続きを編んでいくので、かぎ針を元に戻していきます。すいません、これ試作でちょっと使ったんで糸がヨレヨレなんですけど。でかぎ針を戻す時はこの向きですね。この糸を引っ張った時に動く方の糸が手前というか左というかに来るようにかぎ針を戻していきます。この向きで。そしたら細編みの1目目で引き抜き編みをします。逆から8個目が1目目です。じゃあこれが1、2、3、4、5、6、7、8、これですね。この緑のこれが1目目ですね。なのでここに引き抜き編みをします。はい、この V の字の2本を拾ってで引き抜き編みです。引き抜き編みは糸を引っ掛けてこの2つを両方とも出てきます。はい、これでじゃあ1段目おしまいです。じゃあ2段目からは正方形を目指して形を作っていきます。じゃあまず最初に鎖編み1目で立ち上がりを編みます。そしたら1目目に細編みを編みます。で1目目がさっき引き抜き編みをしたところが1目目なので、ここの真下のところです。この緑のところですね。こっちの黄緑のところじゃなくてここ、はい、ここに細編みを1回します。1回。はい、そしたら次の目に増し目をするんですけど、細編み、中長編み、細編みをこの1目に入れていきます。じゃあこの目に細編み、で中長編みの編み方は先に糸を引っ掛けてから増し目なので、今回は同じ目に入ってで糸をかけて持ってきます。でそうすると3本糸が引っかかるので、糸を引っ掛けてこの3本を全部出てきます。はい、これで中長編み1回できました。でそしたらもう1回同じ目に細編みです。でここでこの1目に3目入れるので次の目を隠しちゃいがちなんですよね。ここで乗っかっちゃうので、この次の目が隠れちゃわないように気をつけながら編んでいきます。はい、細編みを1回。はい、できました。でそしたら四角くしていくのにこの中長編みのところで毎回増し目をしていくので、このマーカーをつけておこうと思います。中長編みのところ、ここですね。どうやってつけんだこれ。あ、つきました。はい、こんな感じで中長編みのところにつけておきます。はい、じゃあこれで1セットですね。全部で4セットやるんですけど1セットできました。じゃあ2セット目編んでいきます。次の目に1回細編みをします。
い、そしたら次がまた増し目です。次の目に細編み、で中長編み、糸をかけてから同じ目に入って糸を持ってきて、はい、で3本引っかかってるのを糸をかけて3本一気に引き抜きます。はい、中長編み、そしたらもう一回細編みを同じ目に編みます。はい、増し目できました。そしたら中長編みしたところ、ここですね。細編み、中長編み、細編みなので、ここにマーカーをつけておきます。はい、できました。じゃああと2セットやっていきます。1周編めました。そしたら1目目の頭で引き抜き編みをします。でこの次の目に見えるこの目が前回の段で引き抜き編みをした目なので、これは編まないやつで、この次のこの斜めになってるこの目が立ち上がりの鎖編みを1目編んだやつなので、これも飛ばして、これ次のこれが1目目ですね。なのでここにかぎ針を入れて、で引き抜き編みです。糸をかけて両方出てくる。はい、じゃあこれで2段目おしまいです。じゃあ3段目を編んでいきます。でマーカーがついてる前回の段で中長編みをしたところで毎段増し目をするんですけど、マーカーがついてないこういうところは、細編みを1回するだけです。で2段目以降は法則があって、増し目と増し目の間の細編みが毎段1辺につき2目ずつ増えていきます。次の奇数になっていくっていう感じですね。なので2段目では細編み増し目細編み増し目細編み増し目っていう風に交互にやってたので、増し目と増し目の間が細編み1目だったんですけど、3段目では細編みが3目になります。3目ありますよね。なんですけど、ここの1辺だけは真ん中に引き抜き立ち上がりが入っちゃうので、引き抜き立ち上がりの両側で細編みが1目ずつ増えていくっていう感じですね。この辺だけは左右でトータルで2目増えるっていう感じになります。2段目でこっちは細編みが1目だったんですけど、1目増えて3段目では2目になります。でこっち側は2段目で細編みが0だったので1目増えて細編み1目になります。じゃあ3段目を編んでいきます。じゃあまず鎖編み1目で立ち上がって、はい、そしたらこっちは細編み2回すると増し目のところに行きます。1回目、2回目、よいしょ、はい、2回したら増し目のところ、マーカーのところに来ました。なのでここで増し目、細編み、中長編み、細編みをしていきます。細編み、中長編み、で細編み、
きました。そしたら一応マーカーつけておきます。マーカーつけてる方は数えなくても勝手にね、そういう風になっていくんですけど、ただ細編みをしていけばなんですけど、目を飛ばしちゃって数が合わなくなっちゃったっていう時とかに早めに気づけるので、何段もほどく必要がなくなりますね。じゃあ細編み3回していきます。1、2、3回するとまた増し目のマーカーがついたところに行きます。はい、っていう風に増し目細編み3回で、次ここで増し目をして、で細編み3回増し目、細編み3回増し目で、最後が1目っていう風になるので、じゃあここの増し目までちょっと一気にやってきちゃいます。はい、じゃあ最後の増し目のところまでできました。で、そしたらここに1個だけまだ編んでない目ありますよね。なのでここに1回細編みですね。はい、じゃあ最初に細編みをこっちで2つやったので、今1回やってトータルで3回編めました。で、そしたらこの段1周編めたので、細編みの1目目で引き抜き編みをします。この目が前回の段で引き抜いたやつ、これが立ち上がりの鎖編みで、これが細編みの1目目ですね。ここに引き抜き編みします。はい、じゃあこれで3段目おしまいです。そしたら4段目を編んでいきます。で、4段目も今の法則と同じなので、増し目と増し目の間が3段目は3目だったんですけど、次の奇数になるので4段目では5目になりますね。で、ここの辺はトータルで5なんですけど、こっちが多くてこっちが少ないっていう半分に分かれちゃうので、こっちで細編み3目、こっちで2目っていう風になります。じゃあ同じように、じゃあ4段目まで一緒にちょっと編んでいきます。じゃあまず鎖編み1目で立ち上がって、こっちは鎖編みじゃない、細編みが3回ですね。1、2、3目すると増し目のところに行きます。ここは3段目で細編みを2回したところなのでね、1回増えて3目になります。で、ここで増し目をします。細編み、中長編み、で細編み、はい、じゃあマーカーつけときます。そしたら次の増し目のところまで細編み5回です。1、2、手首がバキって言った。3、
4、5回、はい、細編み5回するとマーカーの増し目のところに行きますっていう風に、また増し目5目増し目5目増し目っていう最後の増し目のところまでまた一気にやってきちゃいます。はい、じゃあ最後の増し目のところまで編んできました。で、そしたらここに2個まだ編んでない細編みがありますね。3段目で細編み、ここは1目だったので1目増えて2目になってるっていうことです。1、2、はい、2目編んだらこれで1周編めました。なので1目目で引き抜きます。この次の目に見えるのが引き抜き、この斜めが立ち上がりの鎖、これが1目目ですね。はい、じゃあこれで4段目おしまいです。で、そしたらもう5段目以降も同じ法則で編んでいくだけです。なので8段目まで編んできてください。8段目まで編めたらこんな感じになりました。私は休憩がてらここに置いて、で本とか平らなちょっと重ためのものをこの上に乗せておきました。ちょっとカクカクにしたかったのでなんですけど、多分この側面をこれから編んでいくので触ってる間にもう少しふにゃふにゃにはなっちゃうと思います。じゃあここから9段目を編んでいきます。で、今8段目の最後の細編みまで編んだ状態で引き抜き編みから編み方を変えていきます。9段目から側面、この横の面に入っていきたいので、引き抜くところ、これが引き抜き、これが鎖編み、これが1目目ですね。で、1目目の向こう半目を拾って引き抜き編みをします。奥のこの1本だけを拾って、いつも2本拾いますけど今回はこの1本だけを拾って引き抜き編みをします。9段目は全部この奥の半目だけを拾って編んでいきます。筋編みっていうんですかね、筋編みをしていきます。鎖編み1目で立ち上がって9段目からは1周で64目にずっとなります。この側面のところの16段分は。なのでこっからここまでは8回細編みで、ここでちょっと特殊な編み方をします。この4つの角で。で、ここが15、15、15で、ここが細編み7っていう風になるはずです。じゃあ立ち上がりの鎖編みをしたので、全部四隅以外は9段目は全部筋編みをしていきます。ここは8回ですね。1、2、3、4、5、6、7で8回編みました。そうすると中長編みしてたところですね、マーカーのところに来ます。まず普通に細編みするってなると
こうやってこっちから入ってって糸を引っ掛けてっていう風にやると思うんですけど、ここからぐるっと反時計回りにこうやってぐるっと回します。この糸はずっと後ろにいます。で次の目の今回は半目だけを向こう側から拾います。反対側ですね、いつもと。向こうから拾って、で糸をかけて細編みというか今回は筋編みですね。こういう風に編みます。下手くそだ。よいしょっていう感じです。なんですけど、私これ何かを見たわけじゃなくて、この編み方の名前がわかんないんですよ。ちょっとテロップが書けないんですね。何編みだかがわからなくって。なのでこの動画見てらっしゃる方でこの編み方の名前知ってるよっていう方いらっしゃったら、ぜひコメントで教えていただけると大変助かります。よろしくお願いします。じゃあ続きを編んでいきます。四隅毎回やるのでちょっともう一回やりましょう。マーカーつけておきました。そしたら側面の16段はこの角は全部今の編み方をしていきます。じゃあこっからここまで15回筋編みをしていきます。はい、15回筋編みしたらまたマーカーのところに来ました。じゃあここでもう一回特殊な編み方をしていきます。あ、そうだ、言い忘れてたんですけど、テロップがこの編み方のところ私何編みかわからないのでハテナマーククエスチョンマークにしておきます。この名前がわかるまですいませんけど、ハテナクエスチョンマークが出てきたらこの今ぐるっとねじったやつだなっていうふうに思ってください。お願いします。じゃあここでもう一回やっていきます。ここを普通にこの糸はここの位置に持ったままでぐるっとかぎ針だけ回す。でこっち側から入ってくる。はい、そしたらこの糸を引っ掛けて、で細編みみたいな感じに筋編みか。はい、こうやってやるだけです。っていう感じで筋編み15回でここでクエスチョンのねじるやつをやって、で筋編み15クエスチョンで筋編み7回するところまで一気にやってきちゃいます。筋編みの7回やったところまでにしました。で9段目はここで直角に折れてほしかったから筋編みをしてただけなので、次の段からはもう普通に細編みでいいので、引き抜きからは2本の糸を拾って大丈夫です。なのでこれが引き抜き、斜めになってるのが立ち上がりの鎖編みで、これが1目目ですね。1目目を2本拾っていつも通りやっていきます。引き抜き編み。じゃあこれで9段目おしまいです。10段目を編んでいきます。まず鎖編み1目で立ち上がって、そしたらもう細編みでいいので細編み8目していきます。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、細編み8回できました。そしたらまたクエスチョンのところに
きました。じゃあさっきは筋編みだったから向こうの半目だけを拾ったんですけど、今回は細編みでいいのでまたぐるっと回して、でそしたらこの2本拾います。普通に2本を拾って、で糸をかけて出てきて、で細編みみたいにする。はい、こんだけです。じゃあまた次のクエスチョンまで15回細編みしちゃいます。はい、15回細編み編んだらまたクエスチョンです。じゃあぐるっとして、で向こうから糸を拾って、でこの糸を引っ掛けて細編みをする。はい、こんな感じです。そしたらまた15目細編み、クエスチョン15目細編み、クエスチョンで7目細編みなんですけど、それを今2段目の途中まで編んでるんですけど、4段目まで同じように編んできちゃってください。5段目からクリーパーの顔の模様がやっと出てくるので、じゃあ4段目まで編んできちゃってください。じゃあ側面の4段目まで編めました。こんな感じに結構四角くなったんじゃないでしょうか。なんか私せっかくこの緑とか黄色とかいろいろ混ざってるやつでこうやってまだらにやりたかったのに、なんかこの毛糸の色の変わる周期と私が編む周期がなんか一緒みたいで模様みたいになっちゃって、こんなはずじゃなかった。ということで側面の5段目に入っていくんですけど、全体の13段目ですね。顔というか目に入っていきます。こっちの引き抜き立ち上がりがある方が背中側になるので、ここですね、こっちの面が顔の面になります。で今クエスチョンここでしてるんですけど、こことあと細編み15目までが正面になります。なのでここのクエスチョンはもう次のこっちの面のクエスチョン分になるので、4目4段で目をつけて、で4目4段で眉間をつけて、で4目4段でまた目が来て、で左右2目で緑をやっていきます。目の横クエスチョン細編みを緑でやって黒に入っていくっていう感じですね。なので5段目のこの最初からここでバーッとここのクエスチョンまで全部編んできちゃいます。でここのクエスチョンのところももう側面のここをこうやってつかめるようになったので、なのでこうやってぐるってやって、でこっちから入って、でここをこういう風に持ってやるとやりやすいんですよ。やりやすいって言ってもちょっとやりにくいですけど、こうやってやるとやりやすいです。余談でした。はい、じゃあ顔の面のクエスチョンまでできました。でそしたら目の横は緑が2目なので、クエスチョンで1目やったので2目目の細編みを編みます。でこの細編みの途中で糸を黒に変えます。細編みの途中ここまでやります。でそしたら黒い糸に変えて編んでいきます。この緑の糸は編みくるんでいきたいのでここに置いておきます。でこの黒い糸を引っ掛けます。よいしょ。
で細編みをすると、はい、じゃあこれで糸が黒に変わりました。そしたらこの黒と緑の糸を編みくるみながら黒で細編みを4回していきます。編みくるみ方はこの目に入ってでこの糸をこの上に乗っける、この上に乗っけておいて細編みをする。はじめまして、アフレコのジュアチです。これが冒頭でお話しした失敗した編みくるみ方ですね。今緑のところの上に編みくるみたい毛糸を置いちゃってるんですけど、こうやって上に乗せて編みくるんでいったらそりゃ縦長になってしまいます。なので上に糸を置くんじゃなくて後ろ側、綿を入れる側に糸を這わせて編みくるんでいくっていう風にするだけでこの縦長はだいぶ解消されるはずです。なので皆様私の二の舞にならないように後ろに這わせて編みくるんでいきましょう。はい、そうするとこの黒い細編みの中にこの糸が2本編みくるみながら編んでいけます。じゃあ1目編み終わったので2目目またこれを編みくるみながら2、3、はい、3目編めたら4目目の途中でまた緑に戻します。4目目の途中、はい、ここまで黒で編みます。でそしたら糸を入れ替えます。でこの黒い糸端はもう編みくるむのをやめます。ここで4目編みくるめばもう十分でしょう。じゃあこの黒いの1本を編みくるみながら緑で編んでいきます。糸を変えて緑をくるっとして出てきます。ちょっと黒が緩くなっちゃったんでここを引っ張ってこの糸を引っ張って調整します。よいしょ、こんぐらいですかね。はい、そしたら眉間をまたこの黒を編みくるみながら緑で4目編んでいきます。1、2、3、で4目目の途中でまた黒に変えます。4目目の途中ここまで緑で編んででまた目に入りたいので黒に変える。はい、じゃあここからまたこの緑を編みくるみながら黒で4目編んでいきます。ちょっと緑が緩いんでここ引っ張って目を調整します。はい、じゃあ黒で4目、1、2、3、はい、じゃあ4目目の途中でまた緑に変えます。はい、4目目の途中まで来ました。そしたら緑に変えてでこの黒いのはあと何目か編みくるんでもう
いらないので、これは一回切っちゃいます。はい、じゃあ目ができたので緑で、あとはもう全部また6段目のここまで緑で編んでっていうのをあと3段やります。目が4目4段になるので、側面の8段目まで同じように編んじゃってください。この黒い糸もあと4、5目ぐらい編みくるんで、もう編みくるむのをやめて大丈夫だと思います。はい、じゃあ側面の8段目まで目を4段ですね、編んでこれました。で、そしたら側面の9段目と10段目はここの今緑のところが黒になります。で、その他が全部緑っていう感じですね。なので私ちょっと9段目のここまで編んできちゃいました。なのでここからちょっとやっていきます。ここのクエスチョンを含めて6目緑で編んでいきます。なのでクエスチョンとあと細編み5目目の途中で黒に変えるっていう感じですね。なのでクエスチョンを編んで、よいしょ。はい。そしたら細編みを5回目の途中までしていきます。1、2、3、4、はい、5目目の途中、ここまで緑で編みます。そしたらまた毛糸を黒に変えます。ここに一緒に持って、またこの緑と黒を編みくるみながら編んでいきます。黒で4目。ちっちゃなこと。よいしょ。はい。じゃあ黒に変わりました。黒で4目。1、2、3、で4目目の途中でまた緑に戻します。でこの黒い糸はまたここで編みくるむのをやめます。ちょっと忙しいですね。じゃあ4目目の途中で緑に変える。はい、緑を引っ掛けて細編みを完成させます。はい、そしたらまたこの黒いのはちょっとこのぐらい編みくるめばいいので、さっきの目のところとかは私はこのぐらい編みくるんで切っちゃってます。ちょっと残してこれ切っちゃいます。そしたらこの黒い今切った糸端を編みくるみながら細編みしていくっていう感じです。はい、これで顔の模様ができるので、これをあともう一段やっていきます。側面の9段目と10段目ですね、やっていきます。じゃあ側面の10段目まで編めました。こんな感じです。でそしたら私またここまで編んできてるんですけど、ここからは緑4目、黒が8目、また緑4目っていうのを4段やっていきます。またこのクエスチョンのところからやっていきます。ここは緑が4目なのでクエスチョン1目とあと細編み3目になります。1回クエスチョンして、はい、そしたらマーカーつけておきます。
どこ行くんだい。そしたらここから細編み3目の途中までやります。1、2、3目の途中、ここまでですね。黒に糸を変えます。黒い糸をくるっとして細編みを完成させます。黒で8目編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、じゃあ8目目の途中まで黒で編んで、そしたらこの糸端はもう編みくるむのをまたやめます。でここで緑に変えます。この今編んでる黒い糸をもうちょっと何目か編みくるんで切っちゃいます。緑に変える。よいしょ。はい。で緑で編んでいくと。はい、じゃあこれをあと3段ですね。全部で4段やっていきます。編んできました。そしたら側面の15、16段目は緑4目、黒2目、緑4目、黒2目、緑4目っていう風に編んでいきます。じゃあまたここまで編んできてるので続きをここから編んでいきます。じゃあまずは緑で4目編んでいきます。クエスチョンとあと細編み3目でトータル4目です。クエスチョンして、はい、そしたら細編み3目編んでいって3目目の途中で黒に変えます。1、2、3目目の途中、はい、ここまで来たら黒に変えます。黒を引っ掛けて細編みを完成させます。はい、黒に変わりました。黒で細編み2目です。1、で2目目の途中で緑に変えます。はい、細編み2目目の途中まで来ました。そしたらじゃあ緑に変えて、はい、そしたら緑で細編み4目編んでいきます。1、2、3、この辺で糸端の方の黒いのは編みくるむのをやめようと思います。そしたら細編み4目目の途中でまた黒に戻します。4目目の途中、はい、ここまで来たら黒に戻す。
黒を引っ掛けて細編みする。そしたら黒で2目編んでいきます。1で2目目の途中でまた緑に戻します。はい、緑に変える。よいしょ。はい、じゃああとはこの黒をもうしばらく編みくるんで切っちゃいます。これをもう一段やります。で次の段でもうこの側面はおしまいになります。じゃあもう一段編んできました。16段全部側面が編めました。普通に通常通り全部細編みで増減なしで編んでいく四角よりもだいぶカクカクにできてるんじゃないでしょうか。こんな感じです。でここまで来たら今度はこの底面を外からこうやって閉じていく作業になっていきます。で上を編んだ時と逆のことをするだけです。この増し目をしたところで今度は減らし目をしていくっていう感じです。またこの側面の1段目を編んだ時と同じようにまた筋編みで全部最初の1段目はやっていきます。またこの引き抜き立ち上がりの左右では1目ずつ減っていってトータルで2目毎段減っていくっていう感じで、ここの3辺はまた次の奇数になりながら毎段減っていくっていう同じやり方をしていきます。じゃあ1段目を編んでいきます。でそしたらまた筋編みなので側面の最後の段の引き抜き編みから向こう半目だけを拾って編んでいきます。こっちの奥の1本だけを拾って引き抜き編みをして、でそこから1段目に入っていきます。じゃあ鎖編み1目で立ち上がって、そしたら筋編みを7目編みます。1、2、3、4、5、6、7。はい、7目編むとこの中長編みをしたマーカーをつけたところの1個前のところに来ると思います。そしたらこことマーカーのとこと、あとその次の目を3目を1目に減らしていきます。でこの今マーカーしたとこなんですけど中長編みの減らし目をしていくので、細編みの減らし目、中長編みの減らし目、細編みの減らし目っていう風にやっていきます。じゃあまずここは向こう半目に入ります。で糸を持ってきて、はい、そしたら次が中長編みの減らし目なので先に糸をかぎ針にかけます。でそれから次の目の半目に入ります。はい、そしたら糸を持ってきます。はい、そしたらまた次の目の半目、向こう半目を拾ってでまた糸をかけて持ってきます。で今かぎ針に5本糸がかかってるのでこれを全部一気に引き抜きます。ちょっと難しいですけど、よいしょ。はい、じゃあこれで3目が1目に減りました。でそしたら筋編み13回していきます。1、2、3、4、5、6、7、8、
10、11、12、13。はい、13回編めたらまたマーカーの2個手前まで編めました。そしたらここでまた減らし目をします。向こう半目を拾ってで細編みの減らし目、次が中長編みの減らし目なので糸をかけてから次の目の向こう半目を拾う。はい、そしたら糸をかけて持ってきてでもう一回次の目の向こう半目を拾ってまた糸をかけて持ってきてでこの5本になったのをいっぺんに全部引き抜きます。はい、じゃあまた3目が1目に減りました。じゃあまた筋編み13回してで減らし目して筋編み13回して減らし目してでここは6目でおしまいです。じゃあここまでやっちゃいます。筋編み6目まで編めました。でそしたら引き抜き編みをするんですけど次の段からはもう全部細編みでいいので通常通りこの2本を拾ってこの2本を拾って引き抜き編みします。よいしょ。これで底面の1段目がおしまいです。そしたらさっきここが筋編み7目だったので1目減って今度は細編み6目になります。じゃあまず鎖編み1目で立ち上がってはい、そしたら細編み6目します。6目したらマーカーの2個手前まで編めるはずです。2、3、4、5、6、マーカーの2個手前まで編めました。そしたらここでまた減らし目をします。ここも全目を拾って減らし目をしていいのでこの2本を拾って細編みの減らし目なので1本持ってくるで中長編みの減らし目なので糸をかけてで次の目に入るで糸をかけて持ってくるで次の目に入ってで糸を持ってきてで5本になりました。くっついちゃう。5本になりました。そしたらまたこれを5本全部引き抜きます。よいしょ。はい、じゃあ3目が1目になりました。そしたらさっきここの辺は筋編みを13目したので次の奇数次に小さい奇数が11なので11回細編みをしていくとマーカーの2個手前まで編めるはずです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。はい、11回したらマーカーの2個手前まで編めました。そしたらここでまた減らし目をします。次の目に入って糸を持ってくるで中長編みの減らし目なので糸をかけてで目に入るで糸をかけて持ってくるで次の目に入ってで糸を持ってきてこの5本を全部一気に引き抜く。はい、この繰り返しです。じゃああとは11目細編み減らし目11目細編み減らし目でここはさっき6目だったの
ので1目減って5目細編みをしてこの段はおしまいになります。じゃあもうこの法則の通りに縮めていっちゃってください。で、綿を入れるタイミングはちょっとお任せします。皆さんがどのサイズで作ってるのかがわからないので、綿入れるところまで編んじゃいます。じゃあ底面の3段目まで編んできました。私はこのぐらいで入れていこうと思います。で、今回はこのダイソーの綿を使っていきます。なんか今初めて開けたんですけど、すんごいふわふわでいい感じです。で、これせっかく四角くしたので端っこに入れたいんですよ。真ん中にボンって丸く入れちゃうと、この角のところよりこの面のところが出っ張っちゃうので、この直角のところ、角のところに行くように細かくして入れていきます。こういう四隅のところとかを。こういうところに入れていきます。じゃあこんな感じに奥の方にはもう綿をいっぱい入れてきました。あんまりいっぱい入れちゃうと四角じゃなくなっちゃうんで、でも綿が入ってるふわふわ感はわかるような感じに、雷やばい、入れてきました。で、この辺はまだこの先編んでいくからまだ綿が入れらんないので、編みながらだんだんちょっとずつこういうところを入れていくようにします。で、どんどん減らしていって最後8目になるまで編んでいっちゃいます。8目まで減らせました。7段編みました。じゃあここまで来たらもうここあとは糸処理していくだけなので、この糸を糸処理できるぐらい長めにして切っちゃいます。そしたらこの糸を抜いちゃって、綿が出てきちゃった。はい、そしたら切った糸をとじ針に通してきました。で、そしたら残り8目あります。で、それでいつもこの2本を拾って細編みとか編んでると思うんですけど、これの外側の半目、これ外側の1本だけを8目分拾っていきます。8本。これ綿を巻き込まないように気をつけないとさっきみたいになっちゃいますね。気をつけながら8本拾っていきます。はい、そしたら次の目の外側の半目1本だけ。8目拾えました。そしたらこれをギュッと絞っていきます。こう押さえて、この辺を押さえてギュッと、はい、こんな感じに絞れました。ちょっと形を整えて、大丈夫ですね。で、そしたら糸処理をしていきます。で、こっちが正面なのでなるべくこっち側で糸処理をしようと思います。まずじゃあ近くの目のどっかに適当に入ります。私今ここから出てるからこの辺適当にどこでもいいです。近くなる。で、それでこっちの引き抜き立ち上がりの線がある方にします。こういう目の間から出てきます。糸を割らないように出てきます。綿がついてきちゃう。戻った。セーフ。はい、これを背中の方に出します。
綿がちょっと出てきちゃいますね。戻します。戻れい。はい、無事に綿が戻ってくれました。よかった。で、そしたらここで玉留めをします。ここに針を置いて、で小学校で習った玉留めをします。よいしょ。はい、玉留めできました。で、そしたらもう一回同じ穴に入ります。今出てきたところと同じ穴、ここですね。この穴にもう一回入ります。で、そしたらまたそこのところに出ようかな。ちょっとまた遠いところに出てきます。あ、ここでいいや。よいしょ。なんか綿がついてきちゃうな。あんまり綿入れてないからついてきちゃうのかな。エンダーマンの時は大丈夫だったんですけどね。あ、戻った。よし、戻ってくれました。で、そしたらこの糸を引っ張って、ここで今玉留めが引っかかってるんで、これをシュポッと中に入れます。引っ張るとなんか形が崩れちゃいそう。シュポッとこれを、はい、入りました、玉留めが。で、そしたらちょっと形が崩れちゃったんで形を戻します。で、そしたらこの糸は根元で切っちゃいます。はい。で、ムニムニして糸端を中に入れちゃいます。はい。じゃあこれで糸処理おしまいです。はい。じゃあこれでクリーパーちゃんができました。完成。疲れたでしょう。いかがだったでしょうか。こんな感じになりました。せっかくねマイクラのキャラなのでね、なるべくカクカクを目指して考えてみました。立方体の編み方さえ覚えてしまえば、顔の模様を変えるだけでいろんなキャラがね作れると思うので、ウィザースケとかガストとかもうみんな四角なので、あの人たちなので、ぜひ四角を目指したい方やってみてください。このエンダーマンも細い毛糸で細いかぎ針で編んだだけで同じ目数で編んでるんですよ。なんですけどこんだけ違います。しかも柔らかい毛糸で編んだから、なんかもう触り心地は大優勝です。私はこの毛糸との相性が4、5段だけ、この色が揃っちゃったのがちょっと心残りではありますが、模様が変なになっちゃいましたね。まあでもいい感じに四角くできてよかったです。では最後までお付き合いいただきありがとうございました。ジャージとクリーパーと、あと隅っこにいたエンダーマンでした。ありがとうございました。バイ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 。